こんにちは。今日はモーニングページ用のノートが3台目に入ったので、ちょっとね、そのカスタムをしていきたいなと思っています。すでにね、もうちょっとカスタムしている部分はあるんだけど、ここにね、ゴムバンドを追加したいったりして、ちょっと自分なりのね、デザインに変えていきたいかなと思っています。それではチャプターつけてますので、そちらも合わせてご覧ください。では、行ってみよう。はい、まずは簡単にモーニングページのご紹介をしたいと思います。過去にも動画を上げているので、詳しくはそちらを見ていただきたいんですけれども、簡単に言うとですね、朝起きてすぐにこうノートに向かって頭の中身をね、いろいろ書き出していくことで、こう思考をすっきりさせて、どんどんこうアイデアを生んでいったりだとか、生活のテンポを整えていこうみたいな、そういうノート術になっています。私は去年の12月ぐらいからやっていて、今回3冊目に入っていくというところになります。でね、初代使ってたのはこちらのね、国用のソフトリングノートってやつですね。ここのリングの部分がさ、ふにゃふにゃするような形なので、書くときに当たっても書きづらくないですよっていうノートになります。これがね、12月から3月の4ヶ月ぐらい、使ったっていう感じですかね。はい。で、この時はね、結構毎日ちゃんと書けてたんだけど、2冊目入ってからはね、3月から10月までかかっていて、6ヶ月とかなのかな。だからちょっとね、同じぐらいの多分これ枚数なんだけど、倍ぐらいのね、時間、倍も言ってないか 1.5 倍ぐらいの時間がかかって消費したような形になってます。っていうのもね、過去の動画で上げてると思うんですけど、私ちょっと一時期ね、土日なく働いてた時があって、休みなくね、働いてた期間2ヶ月から3ヶ月ぐらいあったんですけど、ちょっとその時がね、ハードすぎて、なんかこう、モーニングページよりも睡眠だみたいな、そういうちょっとね、シーズンがあったり、入院したりしてて、ちょっとね、モーニングページを書く習慣が途切れちゃいました。で、最近またね、取り戻したいなと思って、自分でハビットトラッカーとかつけながら、ちょっとね、習慣を取り戻そうと頑張ってる最中みたいなところになります。はい。で、このね、2代目で使ってるのは、マルマンのスパイラルリングノートっていうやつかな。はい。で、こっちがね、多分同じページ数ぐらいで700円、800円ぐらいするんですけど、こっちはね、300円とか400円ぐらいで買える感じですかね。で、結構ね、そのモーニングページってこう本来は1日、1ページ以上書きましょうぐらいの分量を推奨されてるものなので、ノートの消費がすごい激しいんですよ。で、それでちょっと700円のノート使うのね、コスパが結構悪いなと思ったので、価格帯のちょっと安いものにね、切り替えてこっちを使ってるっていう感じになります。で、3代目も引き続き、このマルマンのスパイラルリングノートを継続して、購入して使おうと思っています。で、私がね、このマルマンのスパイラルリングノートがいいなと思ってるところいくつかあって、一つはさっきも言った通りね、コスパが結構いいよっていうところと、もう一つは万年筆で書いてもボールペンで書いても裏抜けしないっていうことです。で、私はこのね、モーニングページを書くときだけ唯一万年筆を使ってるんですけど、このね、万年筆でも抜けないっていうのがすごくいいなと思いました。使ってる万年筆はセーラー万年筆のね、このカスタムできるやつなんですけど、ペン先の太さが MF で、インクはそのまま式折りのカートリッジを使ってるっていう感じです。でね、これで全然どのね、色のインクカートリッジでも抜けずに使えているので、このコスパでね、この紙質すごくいいなっていうのが一つと、それからこの罫線の幅ですね。私モーニングページはもうただひたすら文字を書くので、罫線が入ってる方が書きやすいなと思って、それを選んでるんですけど、結構ね、こう早書きというか、朝の時間がない時にもう20分ぐらいでわーって書いちゃうんですよ。だから本当に走り書きみたいな汚い字で書いてるんですけど、そうするとどうしてもね、字のサイズが私大きくなっていくんですね。で、その時にBK、よくある BK のこの6ミリ幅かな、BK って6ミリ幅だったかな、
ぐらいだとちょっと小さいなって感じていて、A 系が多分7ミリとかだと思うんですけど、そのね7ミリサイズの罫線のものがあるので、それもいいなと思ってこれにしています。で他にもこのスマイラーリングノートいいなと思ってるのは、紙のね枚数の容量が結構選べるっていうところがあります。私が使ってるのはこれ確かね80ページ入りとかなんですけど、他にも50ページのものと150ページのものとで、容量がね結構選べるんですよ。でね、それがねなんかちょうどいいなと思ってて、たくさんねこうノートをこうパッパッパってある程度こう細やかに分けて消費していきたい人は多分50使えばいいと思うし、いやあんまりねこう何度も何度もノート変えたくないんですっていう人は150ページ使えばいいと思うし、で結構その選択肢というか同じデザインでこう選択肢があるのがすごくいいなと思っています。はい。でただね、この見ていただければ分かる通り、ここのねちょっとこことかもちぎれちゃってるんですけど、ただのね厚紙拍子っていう感じなので、やっぱりちょっとこう耐久性っていう意味ではそんな高くないと思います。ちょっとねここがちぎれてるのは、私がねいつもこの万年筆をねここにかけちゃうんですよ。で結構すごいここのね穴のところにここに負荷がかかっちゃうので、それでちぎれちゃうっていうのもあるんですけど、こんな使い方をしなければ、普通にそれなりに持ってくれるんじゃないかなと思ってます。はい。でこのマルマンのノートはですね、もともとはこういう厚紙のねこのクラフトっぽい表紙なんですよ、表裏ともに。でこれだとちょっと味気ないかなという感じもしているので、私はこのちょっとねカスタマイズをしているっていうような感じです。前回はオールドミジンさんっていうイラストレーターさんが作られているこのデザインペーパーを表紙に貼り付けて、裏はね適当な画用紙とかを貼って、自分で穴を開けてこういう風にねゴムで留めれるような、カスタムを加えていました。これはもともと使ってたねこの国用のものになるべく近づけたいなと思ってやったものになります。あと私ここねノートがバラバラしちゃうのがあんまり好きじゃないから、それでちょっとこれをつけるような形にしています。なので今回もねこのちょっと穴を開けてね、ゴムをつけるっていう作業を今回の動画の中ではやっていきたいなと思ってます。すでにねちょっと表紙のね部分はもうカスタマイズをしました。これはね島村ひかりさんというイラストレーターさん、デザイナーさんが作られている包装紙ですねを貼ってちょっとカスタムしています。これはこの間の紙箔で購入したものになります。紙箔の動画でもね他のこう包装紙の柄とかもご紹介してますので、興味がある方はそちらもご覧になってみてください。でね前回さこのカスタムをした時はスティックのりでこの紙をつけたんですよ。なんだけどやっぱスティックのりでつけるとさ、ここのね部分がこうちょっと浮いてきちゃったりだとか、この端の角のところがねやっぱちょっと汚い感じになっちゃうので、今回はちょっとねその反省を生かしテープのりでちょっと表紙を留めてみたっていうのと、ちょっとね竹の高さの部分は足りなかったんだけど、こっちのね表紙のここの部分はちょっとこう折り込むような形でちょっと作ってみました。こんな感じで、下敷きは引き続きこの極みの下敷きっていうのを使ってるのと、あとは今日書くところ分かるようにしおりを導入しました。これさなんかちょっと最近本屋さんで見かけたんですけど、このね牛さんがキャ取られてるしおりなんですよ。もともとは手帳に使おうと思って買ったんですけど、結構ねなんかその硬さが手帳に使うには足りなくてスコスコ抜けちゃう感じだったので、なんかモーニングページとかあんまりこうハードに使わない、家置きで使えるようなものに使った方がいいかなと思って、こっちに使うようにしました。ただちょっとさ、今この島村ひかりさんのすごくこの可愛い感じのね柔らかい感じのデザインのを使ってるから、ちょっとこのUFO が突然すぎて浮いてるんですけど、これはこれでいいでしょう。はい。ということでちょっとね長々と語りましたが、カスタマイズの方に入っていきたいと思います。今回はちょっとねカラーのゴムを追加で購入してみました。今までは100均で売ってる普通のソフトゴムみたいな
やつを使ってたんですけど、なんかねこのノートに使うのに黒いゴムはちょっとなんか浮いちゃうなと思って、それが嫌だったのでカラーゴムをね楽天で購入してきましたよ。ちょっとねサイトの画像とか今載せてると思うんですけど、1メートル単位でいろんな色が購入できるサイトさんがあったので、そちらで購入させていただきました。はい、でメール便でね、発送いただいて、多分私都内なんですけど3日か4日ぐらいで届いたかなと思います。はい、でこれからもね私そのロルバーンのカスタムとかでもさゴム変えてみたいなとか思ってたから、ちょうどいいやと思ってね結構いろんな色を購入してみましたよ。よいしょ。1メートルってどれぐらい使える長さなんだろう。結構長いけどね。結構すごい長いかも。これぐらいノート3冊分ぐらいはいけそうな感じしますね。どの色にしようかな。なんかここのさチェックの色に合わせてつけても可愛いし、もうちょっと濃い青でもいいか。こっちの青も悪くない。でも個人的には緑とかでもいいけど、これはなんかねモスグリーンみたいな色だったと思うんだけど、なんか緑も落ち着きがあっていいですよね。冬感が出てくる。あとは全然こうイメージ違って、ここのさアクセントカラーのオレンジ可愛いか。オレンジ可愛いかもな。このオレンジに使う。でも来年のロルバーンも私ロルバーン日記用に使ってるんですけど、来年のロルバーンもゴムオレンジなんですよね。ちょっとなんかそこと被ると嫌かも。でもモーニングページちゃんと書いてれば2ヶ月半ぐらいでこのノート埋まるので、そしたらオレンジでもいいかもね。オレンジ。あとは、これは合わないと思うけど、一応蛍光もねなんか今後何か使いたいかもと思って、でちょっと蛍光も買ってみたのと、あとはこれは濃いイエロー、ノーイエローみたいな色だったと思う。この黄色と、あとはこれなんだっけな、シルバーか普通のグレーみたいなやつだったかな。グレーと、あとはこれがネイビーグレーだったかな、ブルーグレーだったかなみたいな色もありました。これはロルバーンとかにね、この辺のカラーは私ロルバーンのカスタムの時に使えそうだなと思って購入したもの。個人的な趣味だとこのお花の色に合わせてちょっとパキッとしたオレンジか、こっちの落ち着いてる感じのモスグリーンか、あと最初のブルーかな。これ無難って感じ。これおもんないな。これ面白くないです。ちょっとオレンジかな。私の好みで言うとちょっとこのオレンジが良きっていう感じですね。ちょっとオレンジでやってみたいと思います。でゴムはオレンジで良いとしてこれ2冊は無理かな、3冊無理かな、2冊ぐらいしか無理かもねと思ってきた。それはいいとして、オレンジにするんだけど、今度はハトメですね。ハトメの色何にしよう。ちなみにこれがゴムのね太さが8コールとかだったと思います。8コールで6ミリ幅とかのゴムにしました。はい、これがロルバーンダイアリーの純正ゴムなんですけど、ロルバーンダイアリーの純正ゴムよりはちょっと細い。多分こっち何ミリなんだろう、何ミリぐらい、ちょっと細そうなんだよな。でも同じぐらい。でもなんかこっちの方がね厚く見えんだよね。なんかこうやってさ重ねるとあんまり太さに差はないように見えんだけど、なんか厚みなのかな、やっぱロールのゴムの方がしっかりしてるように感じますね。ちょっとこっちの方が 0.5 とか1ミリぐらい太い気がする。これあんま差はない感じだけどちょっと太い気すんだよな。だいたい多分6ミリ7ミリぐらいのゴムを選んでもらえればこういうノートにつけるにはちょうどいいのかなとは思います。ハトメの色を何色にするかなんだけど、なんか無難にオレンジかな。ゴムオレンジだしね、オレンジしよ
普段あんまりこんなオレンジのハトメを使うことがほぼないので、逆にこういう時にこそ消費していこうっていう気分でいきたいと思います。このねパンチとかはテムで購入しました。多分ねこのパンチとセットで1000円1500円ぐらいとかで、購入できた記憶があります。ここにハトメじゃないパンチがついてて、こっちでハトメができるっていうやつですね。で今回裏表紙は持ってこなくていいやと思っています。でだいたい線の穴を開ける位置だけちょっと統一しておきたいなという気持ちがある。でなんとなく端から2センチちょっとぐらいの位置で開けたいなという気持ちがありますので、2センチちょっとぐらいのところに、気持ち印をつけとこうかな。フリクションでいきます。この辺のライン上でちょうどいいとこに穴開けたいかな。ロールを参考にすると上下2センチぐらいの位置で、こっちは 1.5 センチぐらいのところにある。ごめんなさい、ちょっとマイクに当たっちゃったかも。はい、なんか大体のとこでラインを引いたので、ここに行けるぐらいのところを目指して穴を開けたい。で、目標としてはこの端のラインをここの線に合わせて開けるということにします。ほっ、この線を引いたのは何だったのかっていうぐらいずれてるけどね。気にしない。そう、このねスパイラルリングノートのいいところは、なんかそんなに高いものではないから、こう結構カスタムミスっちゃってもいいやって思えるところと、モーニングページノートの消費が早いからさ、ちゃんと使ってればこの80ページ入りだと2月ちょっとぐらい、3ヶ月いかないぐらいで使い終わるんですよね。って思うと、なんか結構冒険できちゃうとか、普段自分があんまりこうフィットしないなっていう柄とかでもこうやりやすいっていうか選びやすいっていうのがすごくいいなと思ったりします。で、私は毎回このゴムがさどうやってつけてるかを忘れちゃうから、見本を見ながらやりますね。ペロって外から入れて、短い方が内側に出るようにして、でハトメをその穴に押し込んでいく。実際開いている穴よりこのさ、私の持ってるさハトメの方がさサイズがでかいんだよね。ちょっとこのこうえぐらないと入んないかも。ちょっとえぐります。でいつもえぐるときはこのハサミがね大活躍してくれると、いうわけなんですね。皆さんもこの映像何度見たことでしょう。考えなしに、やってえぐっている姿をいつも、見ていただいているかと思いますがよし、こうしてゴムがまっすぐなことを確認しながら、よし、こうしてちょっとハトメが私も上手くなってきた気がする。いきます。全然うまくなってなかった。上下逆だったかもしんない。ほっ、いた。行きました。よいしょ。はい。でこっちに持っていって、ここにゴムを通すと。ここのねちょっとゴムがこれ結構柔らかめなので、ちょっときつめにしたいなと思います。でちょっと余ったゴムのところをカットしたいと思います。このゴムすごく柔らかいので結構伸びるから、なんか初心者にいいかも。
はい、というわけで3代目モーニングページできました。ちょっとこういう感じ、後ろもオレンジのハト目にして、こうやって見るとなんかアクセントになって可愛いですね。今までは結構この黒系の柄にしてたけど、イメージがだいぶ変わったかも。でなんとなくね、もうあと保管をしておくだけなんですけど、こんな感じでね、これ本当はケーブルを識別するためのシールみたいなやつだと思うんですけど、これテムとかで買ったのかな、テムとかで買ったんですけど、なんかねそれをちょうどいい幅だなと思って、ここの日付用のねやつに使ってたりします。はい、こんな感じで一旦ちょっと書き終わったやつは置いておく感じにしようと思ってます。なんかねモーニングページって多分本来的にはあんまりこう保管しておくようなノートじゃないと思うんですよ。もう書き終わったら捨てていいよみたいなやつなんですけど、なんか私の場合結構あんまり日々のログみたいなことって取らない。体重とかね、そういうこう事象は書いてるんですけど、事象というか記録は書いてるんですけど、なんか思ったことみたいなやつをあんまり書いてないなと思って、日記とかねもちろん書いてるんですけど、その何でもない日常の出来事みたいなのとか、その時何が欲しくて何に悩んでたとか、そういうのをねあんまり残してないなと思って。でモーニングページってとにかくページ数を稼ぐために何かを書いていかないといけないから、こうその時その時々のマジのどうでもいい頭の中に思い浮かんでることっていうのを書くことが多いんですよ。なんかねそうすると結構人間のさ、なんかリアルなところが出てて、なんか読み返した時になんか一番なんかウケるって思うのはなんかモーニングページなんじゃないかなっていう説がちょっと私の中にはあるので、なんかねちょっとしばらくモーニングページ置いてみて読み返して、なんかこれなんか残しとくのおもろいなって思ったら残し続けようかなみたいな感じで思ってます。でもさ、なんかさ他人に読まれたらちょっと恥ずかしいから、なんか死ぬ時には燃やしてくださいっていう遺言書いるかもねと思ってきた。それかなんか手帳博物館とか、手帳じゃないから寄贈しても置いといてくんないのかな、わかんないけど、なんか読まれて捨てるぐらいだったら手帳博物館のなんか誰にも知らぬ人に読まれたいなとか思ったりしますけどね。はい、というわけでどうでもいい雑談とともに今回ちょっとね自分でゴムバンドを買って、ノートねこのゴムにしてみるっていう、カスタムをやってみました。なんかさ最初前回のねこのカスタムやった時にこのスパイラルリングノートのさ、この表紙デコったらここ茶色見えるの嫌かもとかね愚痴ってたと思うんですけど、なんかねやっぱねもうだんだんどうでもよくなってくるわ。その時も言ったと思うけど本当にだんだんどうでもよくなってきた。でなんかむしろこの毎回自分でさその時々にハマってるとか好きだなとかいうこうタイムリーなデザイナーさんイラストレーターさんのデザインペーパーとか包装紙とかをこう使えるっていうのが結構このモーニングページのこうカスタムしていく上ではすごく楽しいかもとちょっと思ってきました。はい、というわけでぜひ皆さんもねよろしければ、モーニングページやってみてください。このねノートカスタムなんかも楽しんでみてもらえたらいいのかなと思います。それでは今日はこの辺りで失礼したいと思います。またこれからもねノートカスタム手帳カスタムいろいろやっていくと思いますし、それがね趣味でこの YouTube をやってるみたいなとかありますので、チャンネル登録して次も会ってくれれば嬉しいです。ではまたね、バイバーイ。